はい、どうも、本です。ということで、今回はこちらの6サーヌランプを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、デッキ名の通り、6サーヌをフィーチャーしたデッキですね。6サーヌは5マナ43というスタッツなのですが、場に出た時と攻撃した時に2点を飛ばし、かつ2マナパクトとなるトークンを出すことができるので、除去と見渡しながら2マナジャンプできるのが魅力のカードになっています。ジャンプ先の7マナ域としては、ランプやミッドレンジに強いエターリ、アグロやミッドレンジに強い宝物庫生まれの暴君を採用していて、さらに7マナとしても使えるキイチゴの使い魔や執念の特目も採用していますね。序盤は除去と馬持ちのいいクリーチャーで耐え、6サーヌでジャンプして一気に勝利を目指すデッキになっています。ランプではあるのですが、基本的にはランプ要素もあるミッドレンジ的な動きをするので、ミッドレンジに対して割と強いデッキですね。メインを見たらわかる通り、メインはコントロールに対してやや弱めなのですが、サイド後にテラナックスレックスや脅迫を入れることによって相性を改善することができますね。ジャンプ先の7マナ域は相手によって入れ替える形になっていて、ボロス召集には特スリル、ランプには多元宇宙の突破が刺さっていきます。普段見ないデッキだとは思いますが、ランクマンレベルではしっかりと勝つことができますので、皆さんも試してみてください。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで出力していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。割とバランスは良さそうなハンドですね。キイチゴの使い魔は、前半はね、普通にマナクリーチャーとして使っていくので、6サーヌまでのターン数が短くなっていきますね。さあ相手も、7枚でキープしていく。相手がコントロールであっても、ミッドレンジであってもしっかりと戦っていけそうですが、さあ相手メイン脅迫。これは、青黒コンの可能性は結構ありそうですね。さあここ構えてくる。コントロールなのか、ミッドレンジなのか。メイン脅迫はかなり珍しいんで、コントロールの匂いが、結構しますが、さあ相手2マナで止まってきていましたが、除去を持っているのか、カウンターを持っているのか。どっちとも持っていそうな感じではありますね。さあここ悩んでくる。そしてメインに推理が入っている。完全にこれはコントロールですね。おそらく。ただ、ここも構えてくる。おそらく、戦闘前ステップで邪気を打っていきそうなんですが、一旦6サーヌをキャストしておきたいですね。相手多分カウンターも持っているんで、はい。さあ、3歩先で6サーヌを消していくんですが、分派の説教者によって、アドバンテージを稼いでいくことができると。そして暴君が引けたのも、結構いい流れですね。ドレッドは入っている。なるほど。まずは、説教者で殴っていきましょう。6サーヌ。4、5、6。先に6サーヌ出しておきそうですかね。このターン、説教者出してエンドは、ちょっと動きとして弱いので、6サーヌで、中底をしておきたいかなと。で、土地も1枚は、出しておいて OK ですね。これで次のターン、6サーヌが除去られたとしても、暴君までは確定で出せるという流れですね。6サーヌが死んでもね、マナファクトは1マナは出るんで、さあ、ドレッド殴ってくる。これはただ、ここも構えてくる。一旦、先に殴ってみましょう。ただ、殴らせる。隕石で2点飛ばして、さらに6点。計8点ですね。さらに5点まで。相手がその動いてきてたら、暴君を出したかったんですが、動いていないため、説教者を出して、ターンを渡していきましょう。おそらくカウンターも除去も持っているとは思いますが、あからさまにね、構えてるんで、さあ、推理。2点ゲインからの、トークンサクってさらに2点ゲインもできる。計6点ゲインですね。相手の次のターンの、ドローステップを合わせると。
さあ、もりもりと回復していく。まあ多分これ全除去を持っていそうな雰囲気ですね。うん。まあドレッド殴ってきてるんで、おそらくこれは全除去でしょう。さあ、H を取って、まあ5マナ除去。ああ、なるほど。避難の道を6マナで、キャストしていくと。一応マナを出すことによって、竹沼をね、根力することができるので、さあ、竹沼から、まあ、木苺の使い魔で良さそうですね。7マナで使っていきましょう。うん。まあ、まずは、暴君から。さあ、マナファクトからマナを出しまして、暴君を出していく。で、暴君は、まあ、除去耐性があるのがね、かなり強いんですよね。はい。まあ、1回除去っても、もう1回、暴君が出てくると。これがかなり強い。で、場に出た時にね、仕事してるんで、除去を打たれても、まあ、こっちがね、2ドローしていくことができますね。で、暴君が生き残っていれば、後続のクリーチャーを出せば、どんどんとね、またアドバンテージを取っていけるので。さあ、相手、コントロールかと思いきや、意外とミッドレンジカードも入ってますね。まあ、まずはエターリからいきますか。さあ、エターリから、まずはエターリの、能力が誘発。あ、なるほど。秀次も入ってる。さあ、エターリからの使い魔を踏み倒してからの、修練の特目からの秀次。で、さらに暴君でワンドローしてからの秀次誘発。これはどうしたらいいかな。まあ、1枚6サーヌ置いといて、まあ、さすがに投了ですね。GG。さあ、相手、まあ、おそらく、コントロールチックなミッドレンジっていう感じですかね。まあ、全体除去も入っているんですが、まあ、ティラナックスレックスは全部入れて、で、あとは対コントロール用の、カードも入れていく感じですね。うん。ちょっと悩ましいですが、まあ、結構なんかスペル見ると、コントロールですけど、秀次とか、まあ、説教者も入ってるということで、まあ一応一巻の終わり1枚ぐらい入れておきますかね。まあ入れて損することはなさそう。で、あと何か、3枚抜いていきましょう。まあ7マナ息、ティラナックス X の代わりに、まあ、エターリ抜きますか。まあどっちとも強いんですけど、まあ相手カウンターがね、おそらく結構入ってると思われるので、で、3マナ息、ちょっと抜いて、まあこんな感じでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。うん。まあ、これはキープしていきますか。まあ、パッと見、はい。まあ、手札だけ見ると、ゴルガリミットみたいな感じではありますが。さあ、除去を抜いていく。なるほど。まあ、一旦脅迫から入っていきましょう。まあ、これは結構スカル、はい、可能性もありますね。相手は、まあ、完全にミッドレンジハンド。さあ、ということで、まずは、使い魔を出していきましょう。ただ相手、除去が見えなかったんで、こっちのね、3ターン目、ドレッドも刺さっていきそうですね。はい、説教者。さて、ということで、まあ、選択肢は3つありますが、まあ、さすがにドレッドを出しそうですかね。ドレッドを先に出しておくことによって、まあ、相手の説教者のドローもね、ダメージに変わっていくということで、まあ先出しがいいかなと。うん。さあ相手もドレッドを出していく。まあ一旦はですね。で、こっちの次のターンは説教者を出していくため、まあお互いにイーブンな。お、ただここでのどくべ狙いを引いていく。これは結構でかいですね。ドレッドは殴りそうかな。まあ相打ちなら相打ちで全然 OK。ジャンプ、うん。さあ一旦ここジャンプから、こちらは説教者出してからの、ドレッド除去ですね。で、相手はおそらく説教者殴ってくるんですが、まあ殴ってきた場合は、相打ちでいいかな。うん。まあちょっとね、ハンド差が
出てきてはいるんですが、殴ってこない。なるほど。そして6サーヌ。これは先に殴りますか。まずは説教者とドレッドアタック。まあ、相打ちは相打ちで全然 OK ですね。さあ、説教されるワンドロー。ティラナックスレックス。もう悪くないですね。このターン6サーヌが出せれば、2マナジャンプできるんで、まあ、ただ、カウンターを持っている可能性も全然ありますね。どっちから行くかな。まあ、さすがに保証から行くか。6サーヌはちょっとね、これ通したいんで。で、相手、まあ明らかに、ただカウンターないか。まあないならないで全然 OK ですね。さあ、ここでドローしていく。まあハンデスはケアしないと。さあ、保証出て、さらに、まあ単元をしていきましょう。まあ土地が欲しいですね。さて。ただ相手全除去が入っているため、はい。まあ、避難を出してくると。いいですね。さあ、なんとか土地が引けたので、6サーヌからのマナ加速を完了していくと。で、6サーヌが除去られなければ、まあ土地を引かなくても、テナックス X が走っていくと。除去らない。はい、走っていきますね。まあテラナックス X は、まあこういう青黒系にはね、かなり強いカードということで、まあカウンターできないため、迷っていますが、はい、カウンターできませんね。さあ、ということで、12点を入れて、まあ、14点か。一気にフィニッシュしていくと。オーケー。いや、6サーヌが強かったね。さあ、やっていきます。土地1なのでマリガン。はい、これはキープしていきましょう。まあ、3マナ駅1枚、ボトムに送っていくんですが、まあ、ちょっと土地が欲しいデッキのため、まあ、保証をキープしていきましょう。さあ、相手もワンマリガンですね。さて、ということで、まずは、ジアトから入っていきましょう。ボロス。ボロスはちょっとメインはきつそうな感じではありますが、まあ一応、喉首があって、で、保証を相手がね、超えれるかどうかですね。さあ、まずはひよっこ殴ってくる。さらにひよっこ。からの、何もなし。まあそこまで強い動きではないので、まあなんとかなりそうですね。ボロス少子は、まあ保証をね、除去ろうとすると、まあクリーチャーをね、4体並べないといけないため、ただうっせろ入ってる。なるほど。さあ、これでブロッカーがこちらはいなくなった状況。まあこのターンは一旦喉首構えるしかないんですね。で、このターンしのいで、まあ次のターン6サーヌ出せるんで、まあひよっこも、ただ号令出ちゃったので、ひよっこが倒せなくなりましたね。まあ一旦喉首は打っていきましょう。6サーヌでね、クリーチャーが除去れるとだいぶでかいんですが、さあ、ただ相手、残りハンド1枚。使いまくる。まあ悪くはない。次のターン6サーヌから7マナ出るんで、まあ使いマナを7マナでキャストすることができますね。まあ6サーヌは全然相打ちでも OK。もう一回出せるということで。さあ手がかりでドローしていく。相手もハンドは回復していきますが、ただ、はい。まあまだ余裕はありますね。さあ残り14から、土地を置いて、何かを迷っている。問答記号出す。まあ基本的にこれ、殴ってから出すと、相打ちをね、取れるんですけど、まあ出してから殴ったということで、まあブロックするかしないかをね、選択させてきましたね。さあ、使い魔から、まあ一応エターリいきますか。さあ、エターリからの、問答9個で1体は除去れる。さあ、調査員からの問答9個。まあ1体ひよっこを除去って、6サーナはもう殴っていいですね、これは。
さあ、さらに隕石トークンが出ていく。まあ、6点クロック。からの、まあ、マナ加速もね、どんどんとしていくことができるということで、このターンしなければおそらく勝てるんじゃないかな。エターリー変身まであるので、はい、解体していきますが、残り9点から、まあ、相手は殴ることはできないため、エターリーが11、11トランプルなので、2、4、6、9、2、6、10、いってそうかな。クリーチャーが追加で出てこなければいってそう。うん。まあ、6サーネでその、1体ね、飛ばすことはできるんで。さあ、エターリー変身からこれはフルパンですね。さあ、1体クリーチャーを飛ばして、で、相手のタフネスが7。これはフルブロックしないと、まあ、結核ですね。除去がない限りは。うん。さあ、ただ、これは、12点は削れるため、はい。そのまま削り切っていくと。じじ。いや、メインカットのでかいですね。兄弟中入れて、特スリル入れて、まあ、除去をね、がっつりと入れていく形ですね。で、まあ、イタリアはブロスソースには効かないため、抜いてからの、で、3マナ機ね、追加してるんですけど、ブロスソース相手だと、調査員がね、あんまり強くないということで、抜いていきましょう。あと2枚。まあ、保証かグリッサーかですけど、まあ、問答9個で倒されることを考えると、グリッサーかな。こんな感じでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。うん。まあ、これはキープですね。まあ、除去がしっかりと2枚やって、まあ、使いまあ、一応ね、マナ加速手段も持っていると。で、暴君はね、アグロに対してかなり強いカードということで、まあ、しっかりとマナ加速ができれば、まあ、割と強そうなハンドではあるかなと。さあ、相手は迷っていますが、ワンマリガンで、キープをしていく。さて、まあ、とりあえずは、はい、管理2が出てくる。まあ、一旦構えですね。相手が、まあ、毅然たる援軍とか出してきた場合は、スタックで切り崩しを打っていきましょう。さあ、はい、まあ、美食化もスタックですね。スタックで管理人を除去っていく。うん。さあ、トークンが出ていくんですが、ただ管理にもう一回、これでスクライをすることができますね。全除去がないため、まあ単体除去で何とかね、しのげる反動であればいいんですが、さあ管理人は2回除去って、まああとはこちらの反動はね、ちょっと弱めということで、トップ次第ですね。さあ美食から1点、ただ構えてくる。6サードいいですね。とりあえず使い回して、で、次のターン問答急行されなければ6サーヌまでは繋がっていきますね。ただ相手、ハンドが3枚のため、持ってる可能性は割と高い。さあ、6サーヌまでいけるのかどうか。6サーヌまでいければ、全然いける。6サーヌからの暴君まで見えてますからね。さあ、イモデーン。これはもう、このターンはね、通すしかないですね。6サーヌ出したいんで。さあ、残り11点まで。からの、6サーヌ行きましょう。まあ、ライフは結構詰められてはいますが、まあ、全然いける。もう一回イモデーン来たとしても、まあ、1体はブロックできて、で、次のターン暴君までいけるんで、まあ、なかなかいい感じかなと。さあ。なるほど。こっちのファクトを割っていく。まあ、たまにあるコテクですね。ただ、まあ、一旦遅くなるだけなんで、まあ、全然 OK ですね。6サーヌこれ殴っていきましょう。殴ったらね、これもう一回、トークンがね、出てくるということで。さあ、ただ相手止まってきている。うん。さあ、6サーヌ殴って、さらに隕石トークンが出てきて、まあ、クリーチャーを除去りながら、マナ加速をしていくと。
で、これ、特目もね、使って OK ですね。相手に、イーオスとかね、引かれても、あれなんで。さあ、特目で除去って2点ゲイン。で、次のターンに暴君と。まあ、暴君も、特目もあるという状況ですね。まあ、さすがに、これは勝ちそうかなと。これ投了と。GG。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ、除去があって、まあ、3、4と動いていけるので、キープしていきましょう。さあ、相手は、ゴルガリカラーの、まあ、ミセラランドが入っているということで、まあ、おそらくゴルガリミッドかなと。さあ、構えてくる。うん。まあ、ここタップインになるんで、こちらは動けないんですが、さあ、相手、まあ、動き的にこれは、ドレッドの直令を持っていますね。さあ、侵入者。うん。相手多分直令持ってるんで、まあ、作られても仕事をする保証から出していきましょう。このターン説教者から出すと、まあね、即作られて、何もね、仕事ができないということで。さあ、ここは長い別れを使ってくる。うん。まあ、おそらくこれ直令も持っているので、次のクリーチャーも除けられていく形にはなりますね。さあ、となるとどうするか。玉靴をファイルクションして、で、2マナ構えてきている状況。うん。まあ、これもまたね、止まってきてるんで。これは調査員とかも出したくないんで、まあ、使い魔からで OK かなと。まあ、使い魔に除去使ってくれたらありがたいなという感じではありますが。一応この使い魔を出すことによって、まあ、除去をね、有効活用させないかつ、まあ、喉組もね、一応構えていけるということで。さあ、3点は通していきましょう。残り13から、まあ、クリーチャーを出してほしい、展開ではありますね。さあ、もう一回ファイリクションしてから、そのまま、また構えてくると。うん。まあ、切り崩しいらないんで、除去を打っていきますか。相手が、直令だけであれば、ドレッドは除去られないので、まあ一応出してみましょう。調査員はね、スタックで除去られると、トークンが出ないということで、まあどっちかというと先にドレッドを出していきたいかなと。で、まあ一応昼に、するために、除去も打っていきましょう。さあ、相手は、はい、喉首も持っている。除去ハンドっぽいですね、相手。喉首、長い別れ。で、おそらく直令も持っている。からのドレッド。うん。さあ、このドレッドに関しては、除けることはできませんが、まあ、ただそんなに悪くはない、展開ではあるかなと。現在6マナ。まあ、まずは、調査員を出していきましょう。1マナで止まってくる。切り崩しも持っている感じですかね。ああ、なるほど。ボスエージで止まってた感じですね。さて、地図トークン使って、まあ一応調査員が、パワー5になれば、ドレッドをブロックできるということで使っていきましょう。ただここは土地は置いて OK ですね。で、2マナ構えることによって、まあドローもできるということで、ただ、まあこのターンはドレッドが止まらないため、ちょっとね、ダメージがだいぶ入りますね。ドロー分のダメージもあるんで、かなり、厳しい状況ではあるかなと。7マナ域のカードが引けたらだいぶ違いますが、まあここはもうドローしていきましょう。さあ、手がかりトークン探って、お、除去引く。これはもうアップキープに打っていきましょう。さあ、喉首打っていく。うん。悪くはないですね。悪くはないんですが、まあさすがに説教者から出していきそうかなと。まずは調査員アタックから説教者を出していく。一応まあ相手、ミセラランドもあるんで、
ブロッカーはね、縦でいかないといけないですね。まあ、なんとか逆転できそうな感じもありますが、まあ、どうなっていくか。ただここでギックスの命令。回収モードか。うん。ただ、マナクリが流れてしまったため、エターリはこのターンは唱えることができずと。まあ、保証があるんで、一応土地が引ければ、使い魔は今はいらないですね。今一番欲しいのは、まあランドですね。アンタップインのランド。うん。さて。で、一応保証が4号になったので、まあミスラランドは止まっていくと。ただ、荒馬結構厳しいですね。これはもうエターリにかけるしかないかな。まあただ相手ミッドレンジなんで、エターリで逆転できる可能性はね、全然ありますね。まあただ先に保証を殴るか。保証を殴って、ブロックしてくれたら、特目キャストで OK なんで、まあ、今一番きついのはドレッドが生き残ること。なので、はい、もうブロックしてくれる。まあこれは明らかに、こっちがね、火力化除去を持ってるハンドということで、まあそれでも OK という形のブロックですね。さあ、さらに土地を引いてくる。まあただ相手荒馬があるため、まあ荒馬足も全然ありますね。さあ、このターン生き残るかどうか。このターン生き残ればね、エターリで逆転は、まあ全然ありますね。もう一回ドレッド。これはきついね。まあさすがにエターリガチャをするしかない、状況になりましたね。さて、さらに土地。うん。まあこれはもう行くしかない。さあ、エターリ、頼む。除去はマストですね。除去引くのはマスト。除去引かず。さすがに負けか。一応これで荒馬を落とすんですが、相手は手札にね、墓地の侵入者があるため、まあ侵入者の1点とドレッドの2点で、これは負け確ですね。うん。いや、あと1点あればなんか、ワンチャン逆転もありましたが、まあこれはしょうがない。まあ結局なんだかんだ、シェオルドレッドが強いんですよね。さあ残り2点になったので、まあ負け確ではあるんですが、相手がね、そのアタックしてきてくれたら、まだワンチャンはあるんで、まあ一応、はい、まあ、負けですね。GG。さあ、サイドボード行きましょう。まあ相手普通の BG なんですが、まあ除去入れるぐらいですかね。一貫の割り入れて、まあただ、あとは別にかな。全除去を入れるマッチアップでもないですし、まあこんな感じでいきましょう。さあ、1本目負けて2試合目。うん、キープしていきましょう。まあちょっと中盤の動きがない、ハンドではありますが、まあ一応除去が2枚あって、まあマナ加速、クリちゃんもいるということで、まあ悪くはないハンドではありますね。さあ、そして3マナ息も引いてくる。まあ一応使い回出していきましょう。次のターン、その4マナアクションはできるんですけど、まあ使い魔に除去を打ってくれた場合は、説教者がね、生き残りやすくなるんで、さあ、ここはドローから。うん。これはまあ使い魔も、アタックして OK ですね。さあ、アタックからの説教者。これで一応リリアナも当たらない、状況ではありますね。まあ相手からするとどっちも除去りたいカードではありますが、さあ構えてくる。うん。まあ一応、戦闘ステップ入っていきたいですが、まあ除去は持っていると。ちょっと、こちら動き的には弱くなっていきますが、まああと、普通に赤マナも欲しいですね。完全にこちらも BG になっているため、赤マナ引いて、まあロックサーヌの受けをね、持ってきたいですね。さあ、コケ盛り出してくる。からの追加の土地。うん。
ただこちらも、ちょっと弱いんだよな。一応、次のターンまで使い魔が、生き残れば暴君も出すことができるということで、まあ一旦除去って殴っていきましょう。まあ相手がね、その、マナをどんどんと使って、使い魔が生き残るっていうね、パターンになればいいんですが、まあできればコケモリを出してほしいですね、ここは。おっと、ただリリアナ、さすがに、マイナス使ってくるか。まあまあまあ、そうですよね。さて、一巻の終わり。いや、これ微妙だな。土地も伸ばしたいんですけど、リリアナの、はい。まあ、リリアナをその一巻の終わりで落とすかどうかの択だったんですが、まあ一旦様子見ですね。さあ、コケモリ出してくる。あら、馬。ドレッドとかね、出してきてくれるとありがたかったんですが、まあ、コケモリに使っていきますか。ただ手札にアクロゾズがいる。なるほど。まあ、相手は一般的な BG ですね。火ダゼもある。火ダゼもあるんで、まあ、特目は出せないですね。ここ土地引かずか。ここはちょっと土地引きたかった。土地引いて暴君出して、で、リリアのマイナスを使わせてっていう感じが良かったんですが、まあこれはしょうがない。さあ、ここでようやく土地を引いてくる。ただ、リリアナのプラスケアで、まあ土地は出さずに、ターンエンドですね。まあさすがにマイナスしてきますかね。まあこれは全然 OK。まあただ問題はアクロゾズですね、これは。一応、まあ暴君まではたどり着くんですが、相手はアクロゾズが出てきて、ただこのターン出さない。なるほど。まあ、荒馬乗ってアタックと。土地、まあ、アクロサズを素直に出される方が、多分このターンはきつかったですね。さあ、ただ、普通にきつい。普通にきついが、まあ、このターンは暴君から行きましょう。一応ブロッカー出して、で、ワンドローもしていくと。調査員は悪くない。まあ、ただグリッサが止まらないですね。一旦次のターンは、調査員プラス特目で行くしかないかなと。いやー、盤面かなりきついですね。相手はライフこそ削れとはいるんですが、さあ、これは受けていきましょう。3点通ってからの、相手はワンドローと。残り11。アクロゾズをどうにかしないといけないんですが、何も引かず、まあ、調査員は出していく。これで、まあ、ドローができるんで、パワー4以上のクリーチャーが出たら、まあ、暴君でワンドローですね。除去引かず、暴君は殴っていきますか。相手はおそらく、説教者は相打ち用に取ってるんですけど、暴君は、死んでもまたコピーがね、出てくるんで、全然相打ちは OK ですね。さあ、相手はブロックするのかどうか。まあ、残してるということはおそらく、はい。まあ、ブロックはしてくると。まあ、ただこれ、2点通って、で、さらに暴君出てきて、追加のワンドロですね。これが暴君の強いところ。そして、ここで除去を引いてくる。これでかいですね。であれば、特目をグリッサに打って、で、相手のターンにアクロゾズを除去ですね。これはワンチャンある。ワンチャンあるというか、全然、勝ち目が出てきましたね。相手はおそらくアクロゾズをもう、ひっくり返す余裕がなくなってくると思うんで、はい。さあ、相手のターンに7首を打っていく。で、これタップ状態になるんで、まあ、戻せたとしても次のターンですね。
しかもタップ状態。お、そのままターン渡す。ただここ何も引かず。とりあえず手がかりをサクっていきますか。クリーチャーが欲しいですね。保証は、まあ、暴君でドローは誘発しないんですが、まあ、たださすがに出していきそう。まあ、シュネの特目を出すっていう選択肢はないですね、ここは。さあ、まあ、相手はその火出せをね、特目におそらく当てていきたいとは思うんですが、お、除去持ってる？いや、ないか。ただここも土地。まあ、フルパンしていきましょう。相手は、もうこれマスブロの増強ということで。これ相打ち取るんかな？相打ち取ってきそう。はい。まあ、相打ちは全然 OK でしょう。ただ、あれか。竹で守ってるんで、まあ、スタックで、はい。ただ、調査員でさらにトークンが出ていくと。相手はこれ何拾うかな？グリッサー。一応ここで、切り崩しをね、引いたら、一方取れるんで、ドローしていきましょう。ただ土地。まあまあ、これはしょうがないですね。まあ、暴君はもう、十分にね、仕事を果たしてくれたということで。さあ、そしてグリッサが出てくる。一応、ルツボがあるんで、相手が除去を持っていなければ、勝ってますね。さらに6サーヌで、2点火力もね、引いてるということで、3点通れば勝ちの状況。さあ、フルパンしていきますが、まあ、1体ブロックして、除去があるかどこですね。除去持ってる。まあ、これは仕方ない。さあ、残り1点。残り1点。6サーヌ出して、まあ、プレイヤー2点ですね、これは。で、さらにこの6サーヌが生き残れば、アタック誘発で、もう一回ね、隕石トークン出てくるんで、相手は、まあ、6サーヌを除けることが、まあ、マストですね。おお、たださらに持ってる。なるほどね。ノロクリ3枚目 ?3 枚目よね。まあ、これはラッキーですね。まあ、ただ、はい。まあ、さすがに平瀬はもう出してくると。まあ、ゲインですね。4点ゲインと墓地追放。まあ、ただそれでも、特目は効く状況になるんで、アーティファクトも終わっていく。特目はその、相手の墓地からもね、釣り上げることができるんで、さて、グリッサーは殴っていく。1点食らって残り4点を。これは使い魔からいくか。使い魔で、即勝ちもワンチャンあるんで。はい、これはドレッドですね。これで、まあ2ターン生き残れば勝ちということで、一応地図トークも使っておきますか。さあ、ドローの質を高めていきましょう。6サーでもいいですね。6サーの2点飛ぶんで、ドレッドでとりあえずこれも2点食らってくれたら勝ちの状況ですね。さあ、2点食らって、相手はドレッドを除去りつつ、このターンにゲインできないと負けという状況ですね。さあ、ここで投了と。GG。いや、いい試合だったね。まあ、サイドあんまりね、変えなくていいとは思うんですが、まあ、結構、相手、まあ、BG ということで、まあ、アドバンテージクリエイターがね、多いということで、まあ、ちょっとだけ除去を増やしたい感じはありますね。まあ、リリアナを増やしていきましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。これはまあ、キープでいいか。まあ、2ターン目の行動はないですが、まあ、悪くはないハンド。さあ、ここも土地を引いてくる。まあ、とりあえず6サーンあるんで、赤マナは、引いていきたい感じではありますが、さあ、まずは、ドローをしていく。お、いいですね。さあ、商業地区から、土地は墓地に落としていくと。
で、切り崩しからの説教者ですね。グリッサ。これは、リリアナで落としていきましょう。リリアナがね、なんかこう、うまくはまると、だいぶ強いですよね。さあ、グリッサはしっかりと対処して、で、次のターンは、説教者プラス切り崩しの動きができると。あとはまあ、7マナのカードをね、引いていきたいですね。さあ、相手はコキモリを出してくる。土地。まあ、土地いらないんで、捨てていきましょう。さあ、相手も、土地を捨てていく。うん。まあ、流れはだいぶいいですね。次のターンからは、ロクサーヌでコキモリはもう毎ターン飛ばすことができるということで、ロクサーヌね、なんか、まあ、どのデッキに対してもある程度強いんですけど、まあ、特にこういう、その、タフ2以下のクリーチャーがどんどん出てくるデッキに対しては、まあ、さらに強く、使うことができますね。さあ、説教者まで出していく。相手も動きは、結構強いですが、さあ、一旦コケモリは、除去っていきましょう。さらにロクサーヌ。うん。これどっちとも対処できるんで、ロクサーヌからのリリアナですね。さあ、コケモリをさらに落としてからのリリアナマイナスをしていく。まあ、説教者はね、残った方がだいぶ強いんで、リリアナはもう使っていきましょう。お、いいですね。さあ、これで、ロクサーヌが除去られなければ、いや、除去られてもいいんか。除去られても次のターンには暴君が確定ですね。まあ、さすがに、勝っていけそうな流れではある。さあ、ファイレクシアンして、うん。まあ、ハンデス以外だったら何でもいいかな。説教者。はい。さあ、ということで、まずは暴君を出していきましょう。うん。いや、この状況で暴君はめちゃくちゃ強い。さらに特目。これはフルパンでいいですね。さあ、ロクサーヌで、さらにトークンが出て、2点を与えていく。まあ、場に出た時プラス、もう殴るたびに、能力がね、誘発ということで、まあ、とんでもないですね。さあ、相手、まずはこの暴君をね、追放しないといけないという状況ですが、ドロス、はい。3、4、5、6、7、8、9、10、11。まあ、まずはロクサーヌから、コケモリ落としていきますか。まあ、プラス、暴君でワンドローですね。さあ、暴君が強すぎる。ドレッド。まあ、これはドレッド出しますか。からのワンドロー。さらに除去も引く。暴君がマジで強い。追加のドローがついてるのがマジでとんでもない。さすがにですね。GG。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。